みんな、ずんだもんなのだ。今日はアフリカ大陸の真ん中にあるコンゴ民主共和国のニュースを届けるのだ。実はみんな、知ってた？世界で一番フランス語を話す人が多い国って、フランス本国じゃなくて、なんとアフリカのコンゴ民主共和国なのだ。びっくりなのだ。今日はそんなコンゴ民主共和国から、とっておきのニュースを3つ紹介するのだ。中でも特に注目なのが、2つ目のニュースなのだ。新建大臣、カソンボ、ルンダのコレー順天モに情報機器一式を供与という記事なのだ。これはね、新建大臣さんが、ある学校にパソコンやプリンターなどのコンピューター機器をたくさんプレゼントした、とっても素敵なニュースなのだ。生徒さんたちのデジタル学習がぐーんと進むこと間違いなしなのだ。実はこれ、大臣さんが以前に、情報科学の教育を応援するのだって約束してくれたのをちゃんと果たしてくれたものなのだよ。約束を覚えていてくれるなんてとっても素敵なのだ。この動画がいいなって思ったら高評価とチャンネル登録もよろしくなのだ。それじゃあ今日も一緒にコンゴ民主共和国のニュースを見ていくのだ。中央アフリカに広がる雄大な国、それがコンゴ民主共和国なのだ。首都は活気あふれるキンシャサで、約1億もの人々が暮らしているのだよ。ベルギーからの独立後、幾多の困難を乗り越え、現在は共和制をとっているのだ。コバルトや銅、ダイヤモンドなど世界有数の鉱物資源が豊富で、その開発が主要産業なのだ。広大な熱帯雨林と世界第2位の流量を誇るコンゴ川の恵みを受け、多様な文化や民族が共存しているのだよ。特に音楽は世界的に有名。資源開発と環境保護のバランスが今後の課題で、平和と安定に向けて努力を続けている国なのだ。一つ目のニュースなのだ。NGO アナース、クウィルにおける HIV、エイズ対策支援強化を訴え、という記事なのだ。クウィル州では HIV、エイズが公衆衛生上の問題になっているから、NGO の ANORS が ONUSIDA の協力で当局や支援団体に対策を強めるよう訴えたのだ。2024年には6600人以上が治療を受けているけど、4つの地域では資源が足りなくて活動ができていないのだ。NORS のマルタン・ギゼブさんは、啓発活動の停止や検査不足が大きな危険を招いていると警告し、早急な行動を求めたのだ。ギゼブさんは、州政府に強い政治的関与、州議会に HIV、エイズ対策予算の確保、支援パートナーに財政的、技術的サポートを求めたのだ。2030年までにエイズのない世代を目指すべきだと強調したのだ。クウィル州知事の代理は、2030年までに HIV、エイズを公衆衛生上の問題からなくすことを固く約束したのだ。みんなで力を合わせるのだ。二つ目のニュースなのだ。新建大臣、カソンボ、ルンダのコレー順天モに情報機器一式を供与という記事なのだ。サミュエル・レベンバ人権大臣がカソンボ、ルンダにあるンテモ学園にパソコンやプリンターなどのコンピューター機器をたくさん寄贈したのだ。これは生徒さんたちのデジタル学習をぐっと進めるためのとっても大切なプレゼントなのだ。学校の先生もこの支援をすごく喜んでいるのだよ。実はこれ、大臣が今年の3月にカソンボ、ルンダを訪れた時に、ンテモ学園の素晴らしい教育に感動して、情報科学の教育を応援するのだ。って約束したのを果たしてくれたものなのだ。その時はまだ国際訴訟担当の司法副大臣だったのだよ。大臣は約束をちゃんと覚えていてくれて、こうして実行してくれるなんて、とっても素敵なのだ。生徒さんたちが最新の機器でたくさん学んで、未来に羽ばたくのを、ずんだもんも応援しているのだ。コンゴ民主共和国では、HIV、エイズ対策強化や情報機器の寄贈による教育支援、建設資材の値下げといった様々な動きがあるのだ。課題解決への協力や
明るい未来に向けた努力が垣間見えるのだよ。多様な魅力を持つこの国がさらに発展していくことをずんだもんは応援しているのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。